のゲストは VTuber のしがらみジュジュさんです。どうもこんにちは。イラストレーター兼 VTuber ゾンビのしがらみジュジュです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はジュジュさんに挑戦してほしいことがあるんですよ。何ですか？私以前このドキドキドローイングのチャンネルで、ランダム書き順っていう企画をやったんですけども、そちらをちょっとね今日ジュジュさんに挑戦してほしいなと思っておりまして。ランダム書き順どういう企画かというと、くじがねあるんですけど、ここにくじが、これに目とか鼻とか輪郭とかパーツが入ってるんですよ。で実際にこのくじを引いて、例えば目が出ましたって言ったら目を描いて、輪郭出ましたってなったら次は輪郭を描いてっていう風にくじ引きで順番を決めてその通りに描いていくっていう企画なんですよ。ここね今実際手元にあるんですけど、前回使ったやつが。私普段結構絵は目から描くんですけど、この輪郭、鼻、口とかいう謎の順番でくじを引いてしまった時はなんて言うんだろうアンディーな感じに、でも目から描くの珍しいですね。でも私目から描くんです。そうなんですね。そうというのもあって、普段から描いてる順番と違う順番になったら果たして絵はどうなるのかみたいな企画なんですよ。なので、ジュジュさんは、パーツごとに描くのもすごくやっぱ慣れてそうなので、今回ちょっとうまくいくんじゃないか説が出てるので。どうかなちょっとやってるとこ見てみたいから、いいですか？挑戦していただいても。それはもう、頑張ります。お願いします。ジュジュさんは普段どの順番で描かれるとかってありますか？まず私、さっきの月塩さんとまた違って、まず輪郭から描き始めることが多いですね。やっぱ輪郭からなんだ。ちょっと実際に描きながら見せてもらってもいいですか？もちろんです。今回は、ジュジュさんのね、自画像をテーマにして描いていただきたいと思います。いつもはやっぱりその輪郭から入っていって、このまま耳を描いてしまうんですね。ジュジュさんの描く絵って目が大きくて可愛い。すごく。で、なんかちょっと継ぎはぎとか鼻とか描いて、で、口ですね。可愛い。で、髪の毛とかも描き足していって、なるほど。うわ、すごい、あっという間に可愛い自画像が出来上がりました。こんな感じで。で、眉か。最後に眉ってことかな？眉は今忘れてたんで、パッて忘れてたんだ。忘れてただけ。ジュジュさんの普段の描き方を整理すると、輪郭、耳、目、鼻、口、先に髪で眉でいいのかな？そうですね。それがじゃあ普段のジュジュさんの書き順ということで、早速くじを引いていきたいと思います。ということで、最初、紙です。紙が出ました。紙ですか？ちょっと待ってください。紙って難しいんだよな、本当に。いやー、そうなんですよ、ちょっと。でももうこの時点でうまい。やっぱさすがパーツ書き慣れてるから、そう、こっから次眉とか出たらわかんないかもしれない。もうわかんないですね、多分。中のパーツ出たらもうダメかもしれない。いや、でも紙ここまで完璧。めちゃくちゃ上手です。次が、耳です。耳ジュジュさんさ、耳って、見えてる？耳ない？チラッと。あ、ほんとだ。なんかだけど、チラだからな、ほんとに私。ほんとにチラだな。なんか、もみあげがちょっと大きすぎて、ちょっと毛量が。もみあげで隠れてる。でも、このぐらいですね、これは。次、眉です。眉来ちゃった。眉最後だもん、ジュジュさん。これ以上ない眉ができましたね。もう、間違いない眉。もうなんでそんなさ、左右対称に描けるんですか？いや、左右対称に描いてますから。そうですよね。別に。確かに。次が、鼻です。鼻。なんかどうしよう。ここに眉があるんだったら、この辺りまで多分目が来る。じゃない。超真ん中、エクセル人間ですか？すごくない？なんでその真ん中にかけるの？もう、なんか全然面白くない、ここまで。嘘やばい、取れ高が、やばい。うますぎて。取れ高ありますか、これ。では、次、輪郭、来ました。輪郭。落ち着く、でも今更。輪郭って大事だよな、でも。なんか、ちょっと、もみあげがちょっと足りなかったかもしれない。やばい。ジュジュさん、普段もうちょっと丸顔かもしれない、これより。ちょっと難しいな。書いてます。次、来ました。目です。目。命。でも、全然収まりそう、そのスペースに。ちなみにこれ普段の書き方と書き順と全く違うじゃないですか。全く違いますね。どうですか？書いてみて違和感とかありますか？いや、なんかちょっ
顔のパーツのバランスとか若干違うかなって気もするんですけど、でもその感じ余裕ですよね、多分。だいぶ精神力使ってますよ。本当にちょっと違うかもって今ちょっともやってます、若干。でもちょっと、なんだろう、普段より若干大人っぽいかもしれない、表情が。何かしらのパーツがずれてるのかもしれない。ねえ。じゃあ、最後が口ですね。口、お願いします。はい。よだれも完璧。口と、よいしょ。口と、はい、ということで、ランダム掛けじゃん。1戦目、仕上がりました。普段書いてるのと何も変わらない。いや。本当に。いや、ちょっと違うかも。ご本人的には違いますこれ本人にしかわかんない微妙な差なのかな。本人しかわかんない葛藤がある。これ動画見てる方は多分何も違和感なく、普通に、ジュジュさんだってなると思うけど。じゃあ普段の書き方のジュジュさんとちょっと並べてみてみましょう。こうしてみると違うな、確かに。なんかちょっと顔が伸びてるかも。伸びてる、確かに。伸びてるって言うとあれだけどな。確か大人びてるかも。ちょっと IQ 高そう、左の方が。じゃあ、ジュジュさん、ちょっともう一回やってみましょうか。はい。一回目にしてめちゃくちゃ上手だったんで、なんとかして私崩したいんだけど。何から弾いたら逆に自信ないとかってありますか？口来たらちょっと終わったなと思います。口終わって、じゃあ口来い。やめて口来い。うわー。嘘ゴッドハンドかもしれない。嘘口来たんだけど嘘やばい待って。どうしよう。じゃあさっきと変えてもらおうかな、せっかくだし。くそそこのペナルティも。せっかくのチャンポイントのギザ場が見えるようにしていただいて。はい。ありがとうございます。じゃあ、口完璧に書いていただきました。じゃあ、次。こっから突拍子もなく紙とか言ったら、さらに惑わせられるかな。やばい。耳とかがいいな、でも。ちょっと耳やばいな。何が出るかな。待って。ちょっと待って。そんなことある嘘でしょ。ちょっと待って、不正がないようにみんなに見せるけど、マジで透けてないからね、これ、本当に。先生、耳をお願いします。嘘でしょ。待って。ちょっと待って、やばい。やばい。待って、これ絶対距離感ちょっと違う。これ待って。行きましょう、このまま。やばい、待って。そう、輪郭もイメージしながら描かなきゃいけないから。やばいかも。これだいぶぷっくりしてるかもしれない。よし。じゃあ、いいですかね。でれん。輪郭。輪郭。これは、ちょっとここで来てくれたのは、ちょっと。そう。ここで耳から繋げたらバランスを、もしかして取り返せるかもしれない。むずくない？ちょっと、ここまであんまり可愛くない。私は今もうバランスの崩壊感じてるんですけど。やばいかも。ここからどうなるのか。いきますよ、次。眉。でもここにしか描けなくないかも、この。そこでしかないような眉はね、確かに。でも、どうなんだろう、楽しみ。いつものジュジュさんではないことは確かですね、これは。来ました、次。目です。目だ。ワンちゃん目で取り返す。セルかな。なんか、あれだな、髪も大事なんですね、こうやって見ると。いや、もう髪もやっぱ大事っすね、これ。でも普段ライブ 2D で作業してるから、こういう、なんか髪がないパターンも見慣れてますよね、多分。見慣れてはいるんですけど、なんか違うかもしれない。なんか違うかもしれない。でも目、バッチリできました。来ました。髪です。髪でどうなるのか。なんか顎出てるんだよな。やっぱね、輪郭なんですよね。人髪のこの羽が。待って、髪描いたらジュジュさんになってきた、これ全然。なれますかこれ。なってます。こっから入れる保険ありますか？こっから入れる保険。全然入れるよ。何でも入れますよ、まだ。入れますかまだ。だってもうあと鼻でしょ？じゃあ最後に鼻をお願いします。はい。来たけど。はい、完成ありがとうございます。比べてみるとだいぶ違いますね。違いますね、なんか。ジェジさんどうでしたか？実際にやってみて。中のパーツから書き始めた3回目が本当一番苦しかったです。苦しかった。まだなんか、2回目の紙はなんか周りをこう覆ってたからバランスがまだ取りやすかったかなって印象あって、3回目きつかったですね、ちょっと。3回目ね、ちょっと、1
目と3回目だけ比べると作者変わったかなってぐらい結構作画がやばい、ちょっと。変わってますね。でもど違いますねれも可愛いです。すごくどれも。本当ですか？うん。ちょっと格の違いを知りました。自分で。ジジさん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。告知などありましたら、ぜひお願いします。ありがとうございます。この場をお借りして、普段は、私の個人チャンネル、しがらみじじという名前のチャンネルで、追いかけ配信やゲーム配信などをしております。グループでの活動もしていて、ゾン40というグループに所属していて、そちらではいろんなVR チャットでの雑談だったりだとか、歌ったり踊ったり、3D でいろんなことをやっておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ぜひ Twitter とチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、ジジさん本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもまたねー。またねー。